こんにちは、さゆりです。今回はタイトルにもあるように、私は大阪から引っ越しをします。それについて話したいと思います。このエピソードは、大阪への引っ越しを考えている人や、都会から田舎、もしくは田舎から都会への引っ越しを考えている人、日本の生活全体に興味があるっていう人は、楽しめるエピソードとなっていると思います。まず簡単に私の引っ越し歴を説明すると、私は人生で20回以上引っ越しをしています。20回ですよ。うん。で、この20回は旅行ではなくて、住所をちゃんと変えた場所を定義しています。自分でもびっくりしました。多分私は引っ越しが好きなんでしょうね。うん。全部この引っ越しの話をすると長くなっちゃうので、2019年とか2020年頃の、コロナ禍の頃の話をします。その時、もう日本国内にいなきゃいけなかったんですね。だから私は地元の香川県に住んでいました。香川県は、日本の四国地方にある日本で一番小さな県です。で、私が住んでいた高松市は平地で海に面しているところに住んでいたんですね。昔のエピソード、214回のエピソードで話したんですけど、私にとってもう天国のような素晴らしい場所だったんです。じゃあなぜ引っ越したかというと、大阪に旅行に行ったんですね。その時に大阪のエネルギーに恋をしてしまったんです。はい。それで2023年の12月に大阪に引っ越しました。この時、自分の幸福度、幸福度というのはハピネスレベルのことですね。自分の幸福度が下がるというのが分かっていたんです。でもそれでも大阪に恋をしたから引っ越したんですね。人生で引っ越しをしてきて、どういうところが好きか、自分がどこに住めば幸せを感じやすいかっていうのはもう知っていました。私が幸せを感じるのは静かな場所、そして海や湖の近く、山や島が見える場所、夕日が綺麗な場所、気持ちよく散歩できたり自転車に乗れる場所、広い芝生があるところ、簡単に気軽にハイキングできるところなどです。じゃあなんで大阪にしたの？全然好きなもの、幸せを感じるものと違うじゃんって気づいた方もいると思います。そうですね。大阪は全く違いますね。でも、やっぱこれは恋なんですね。大阪が好きなんです。うん。どういうところが好きかというと、大阪人のフレンドリーさ。若い人が多く住んでいるので、若いエネルギーもあるし、外国人の方も多いから、その異文化が混じり合って結構カオスだし、大阪人のちょっと適当なところ、何でもいいよとか、おおらかな感じとか、あと、方言とか、なんとかやねんとかですね、方言っていうのは。とか、お笑い、コメディのね、聖地でもありますから、お笑いだったり、あと食文化ですね。もう美味しいものがたくさんあります。うん。あと便利だし、大都会で、今まで、住んできた香川県の生活とは全然違うけど、そういう魅力的な部分があって、恋をしてしまいました。だから引っ越してきましたね。まだ大阪のことは好き。ちょっと泣きそうなんだけど、大阪のことは好きなんです。はい。でも、もうね、大阪とお別れしなきゃいけないなっていう時が来ました。うん。で、なぜかというと、私のもう心と体が限界に来たんですね。うん。で、大阪はさっき言ったように楽しいんです。本当に楽しい。ちょっと楽しすぎる。引っ越してきた時から友達にも言ってたんですけど、いや、大阪どうって言われて、いや、もうすっごい大阪楽しくて、もう楽しすぎてしんどいって言ってたんですよ。最初は笑って言ってたんですけど、もう今は笑えないぐらいしんどくなってきました。で、その
楽しすぎる原因は何かというと、いろんな人がいるから、面白いイベントがある。そして美術館とか博物館もたくさんあって、いつでも面白い展示に行ける。そしてお店ももうレベルが高くて美味しいし、もう全部興味があるんです。全部行きたいって思っちゃうんですよね、ここに住んでると。でも、それを全部言ってたら当たり前ですけど、もう疲れちゃいました。で、毎日行ってるわけじゃないけど、まあね、結構出かけちゃったりしますよね、楽しいことが多いと。そうなると、あの、体調を崩すようになりました。大阪に住んで2年ぐらいですけど、もうなんかずっと体調が良くなくて、どう悪いのかというと、風邪をひきやすくなったり、お腹の調子が悪くなったり、目が痛くなったり、肌が痒くなったり、なんか口内炎がいっぱいできたり、とにかく体調が悪くなるんですよ。で、電車に乗ったりして人と接する機会が多いっていうのもあると思います。でもやっぱりその心を休めるのが結構しんどくて、私は静かな場所が好きでもあるけど、新しいものとか面白いものとか大好きなんですね。だからそれをシャットダウンするのは大阪にいると結構きついと思いました。で、自然に行けばいいじゃんって思いますよね。山もたくさん関西エリア、その奈良とか京都にあるし、行けばいいじゃんって思うと思うし、私も思うんですよ。でもそれをするには、電車に乗らなきゃいけないんですね。そう、電車に乗るのが結構きつい。多分乗り物全般、自分で動く乗り物以外はあんまり好きじゃない。自転車以外多分好きじゃなくて、もっと運転が上手になれば、車で移動すればいいと思うんですけど、もう今はペーパードライバー、免許だけ持っていて、運転ができない人なので、ちょっと今の自分では大阪の生活は厳しいなと感じました。そうやってリスクを取って自分が好きな場所に住めて本当に良かったと思います。大阪に来て得たかけがえのないもの、大阪に来て良かったことの、一番目はやっぱり、友達ですね。ミクリアルジャパニーズのミクと普通の友達になれた、なんか近所にいるような友達になれたっていうのは、一番良かったかなと思います。多分オンラインでも仲良くできたけど、実際に気軽に、公園行ったり、ランチ食べたり、本当に普通の近所の友達になれました。これはね、近所に住んでないとできないことですから、ミクと友達になれたことは、良かった。一番良かった。うん。他には、いろいろ経験できました。大阪は交通の便がいいので、もういろんなとこ行きましたよ。飛行機も便利だから、北海道にも行ったし、モンゴルにも行ったし、沖縄にも行ったし、新幹線だったら東京とか横浜、金沢、富山、佐賀、福岡、近隣のその京都とか奈良とかにも、あと滋賀県もたくさん行きましたね。そうそうそう。だから、たくさんいい思い出を作ることができました。あと、そのね、大阪市内でもいろんなね、植物園だったり、美術館とか、いろんな観光地に行きました。この経験は本当にかけがえのないものとなりました。もう私にとっての、留学ですね。はい、次にどこに行くかです。正直、まだこことは決めてないんですけど、候補地がいくつかあって、今からその場所に行って、ここに住めそうかな、自分の幸福度が上がりそうかなっていう場所を見ていきたいと思っています。次決める基準としては、大阪で得た楽しさよりも自分の生活の幸せに重点を置いて探していきたいと思っています。決まったらまたシェアしますね。皆さんはどんなところに住みたいですか？
楽しさと幸せ、どっちを優先していますか？それとも両方あるといいですね。日本で住んでみたい場所はありますか？よかったらぜひコメントで教えてください。はい、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。